エアコン多すぎ。おすすめはどれなの？こういった質問をよく受けます。エアコンは実際参入しているメーカーも非常に多く、迷いやすいようにできていると言っても過言ではありません。今回はそんな迷える皆さんに各メーカーの特徴や評判を解説していきます。長尺となってしまいましたが、これ1本に動画5、6本分の内容をギュッと詰め込みましたので、ぜひ自分に合ったエアコンを見つけていってくれたら嬉しいです。それではやっていきます。今回注意モデル以上の動画なので、その魅力について簡単に紹介します。よく比較に出される下位モデルとの違いは前回の動画でもご紹介したので割愛しますが、魅力は大きく分けて2点あります。1つ目は快適性。これが全てであると言っても過言ではありません。センサー検知や性能、それらを用いる制御系が賢くなることにより、温度ムラ低減や人に風が直接当たらないように風よけしたり、中には外気温や天気を見ながら制御を変えるものもあります。静音性も高いです。それからジメジメした夏に必要な除湿もただの弱冷房運転ではなく、より効果が高く凝ったものになります。この除湿機能の高さを求めて購入される方もいらっしゃいます。2つ目は電気代。賢く運転することで省エネ性が高く、モデルや普段の使い方、地域にもよりますが、6畳モデルで年間3000円程度、10畳モデルで4000円程度安くなります。ただし本体価格が高い分、相殺できるかはできないと考えておいた方が良いでしょう。これらが主な魅力ですが、もう1点よく話題に上がるのが自動掃除機能の有無です。上位モデルになるに従い、フィルターの自動掃除機能が搭載されています。フィルターを自動で掃除し、ダストボックスの中にホコリをためるというもので、ユーザーはこのホコリを捨てるだけでよく、お手入れの負担を減らすことができます。ただし前回の動画でもお伝えしましたが、この機能の有無で清掃業者へエアコンのクリーニングを依頼する際、追加料金が少なくとも6000円程度は割高になります。エアコンは自動掃除機能の有無関係なく、一定期間使用後はクリーニングを推奨しています。高温多湿な日本ではどうやってもカビを完璧に防ぐことはできません。そのためどうせクリーニングをしなければいけないなら自動掃除機能なんていらないという声も一定数あります。そこで今回は事前にアンケートを取ってきました。自動掃除機能は欲しいですかというアンケートでは、6割の方が肯定的な意見、3割の方がいらないという結果でした。意見は割れましたが、クリーニング代が割高になることは分かっているが、自分で掃除をなかなかしないのであると嬉しいという声が多く上がっていました。エアコン清掃業者の方から見ると、クリーニングも大変になるし悪いことずくめなんでしょうが、ユーザー側の視点としてはどちらかというと受け入れられているというのが現実なようです。エアコンのクリーニング頻度のアンケートでは意見が割れ、最も割合として高いのはほぼやらないという方でおよそ3割、次いで2年に1回という方でした。半数弱の方が2年以内にクリーニングをしているので、その頻度でクリーニングをされるのであれば自動掃除機能がいらないという声があるのもうなずけるところでしょうか。なお自動掃除機能はメーカーの注意書きにもありますが、油煙やタバコのヤニが多く発生する環境ではホコリが粘性を帯び取りきれないで残ります。そういった環境では自動掃除機能は向かないでしょう。それでは早速大手4社、ダイキン、三菱電機、パナソニック、日立の比較をしていきましょう。なお事前に現時点でエアコンを買うとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、前回集計した結果から順位変動はなく、ダイキンが相変わらず圧倒的な人気を誇り過半数を超え、次いで三菱電機、パナソニックでした。ある程度は分かっていましたが、ダイキンはエアコン世界売上高ナンバーワンを誇っているだけあり、人気は凄まじいものがあります。ちなみに
今メインに使っているエアコンメーカーはというアンケート結果では、もう少し票がばらけるものの順位変動はなく、こちらでもダイキンが強かったです。1000以上の回答をいただきまして、皆さんいつもありがとうございます。このデータはそこらのランキングサイトなどで紹介されているような出どころ不明なデータではなく、皆さん一人一人が投票してくれた生のデータですので、信頼できる統計データです。さて、話を戻して上位モデルを基準に各社の特徴を見ていきます。まずは暖房能力。各社の暖房最大能力を比較します。このグラフは各メーカーの6畳から29畳用の暖房最大能力です。横軸が適用畳数、縦軸が暖房能力となります。この数値が高いと暖房がよく効くのはもちろんですが、効くまでの時間も短くなります。パッと見14畳モデルから突然能力が上がっているように見えますが、これは14畳を境に電源が 200V となることが多いからです。コンセント形状も変わってきます。注意深く見ると、各メーカーの暖房最大能力は3グループに分けられます。6畳と8畳モデル、10畳と12畳モデル、そして14畳モデル以上の数値はほぼ変わりません。そのためネットでは6畳、10畳、14畳モデル以外は高いだけなので買うべきではないと言っているところもありますが、後で触れる冷房能力はそうではない点。そもそもこれは上位モデルに主に見られる特徴なので、必ずしも全てのモデルがそうではない点。この2つは覚えておきましょう。さて、各社の比較に戻りますと、6から12畳クラスのモデルではダイキンが高めな印象。一方8畳クラスまでは三菱電機が他社と比較して見劣りします。14畳以上ではここでもダイキンが全体的に高いですが、パナソニックは他社と比較すると見劣りします。このように適用畳数によって傾向が変わるので、自分の欲しいモデルはどの程度の性能かチェックしておくといいかもしれませんね。続いて冷房最大能力。こちらは暖房の時とは違い、14畳以上で同じとかいうことはなく、自然な右肩上がりとなっています。全体的に見るとパナソニックのスペックが高そうです。他はそこまで大きな差はなさそうですが、強いて言えばダイキンの12畳までのモデルが見劣りするかなといった具合です。口コミでは各社のエアコンのパワーに関しては満足されている方が多かったですが、夏のジメジメした暑さに対しては湿度も高いこともあり、一定数不満の声がありました。次に電気代です。100V 電源の6畳から10畳モデル、200V 電源の14畳から20畳モデルの年間電気代を算出しています。各社そこまで差は大きくありませんが、日立と三菱電機の14畳以上のモデルが高水準です。この電気代は前回の動画でも触れましたが、基幹消費電力量というスペックから算出しています。条件が東京木造住宅で10ヶ月の期間、夏27度、冬20度の設定温度で1日18時間運転した想定となっています。この冬の20度設定はやってみると分かりますが、だいぶ寒くかなり節約した設定です。首都圏在住のシャチパンが1年間24度設定で毎日エアコンの消費電力を実測したところ、このようになり、エアコンのスペック値から4割ほど高い結果となりました。少なくともこれくらいの設定ではスペックよりも電気代がかかります。なお、経済産業省によると、札幌は東京の3倍電気代がかかり、沖縄は約半分です。冬の寒さが厳しい地方の方が電気代がかかる傾向ですが、買いモデルより省電力だからといって電気代で本体価格の差を埋めることは難しいでしょう。続いて特徴です。ダイキンの特徴は換気とウルル加湿。知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、エアコンには通常換気機能はなく、部屋の空気だけを循環しています。ですが、某ウイルス事情により換気の必要性が報じられ、
人気の機能となりました。換気は新鮮な空気を室内へ取り込む吸気だけではなく、室内の熱気やエアコンの湿気を外へ排出する排気にも対応しています。排気は主に夏場に活躍が期待できるでしょうか。吸気と排気は切り替え式で同時運転はできませんので、どちらか一方を選択する使い方となります。ウルル加湿は外の空気中の水分をエアコンが取り込み、無給水で部屋を加湿する機能です。加湿量のスペックはこのようになっており、スペック的には専用加湿器をも上回ります。ただしこれはあくまで最高パフォーマンス値であり、注意書きにあるように外気の影響を多大に受けますし、そもそも風量が5の時で外気湿度はなんと 87% の時と記載があります。そのためただでさえ乾燥している冬の外気に対してどれだけの加湿ができるのかと疑問視する声も少なくありませんが、口コミを見てみると暖房運転時湿度は上がりはしないが下がりすぎないといった具合で、ある程度受け入れられている印象でした。総じて考えると消費電力の水準的にも加湿量的にも専用機の方がいいことが考えられるので、部屋の加湿をメインに考えるなら素直に専用機を導入した方がいいでしょう。なお貫通穴系は他社同等となっていますが、換気と加湿のホースが兼用で1本追加となりますので、ホースは太めになり通すのは割と大変なようです。続いて三菱電機の特徴はムーブアイと自動風当て風よけ。ムーブアイは部屋の中を360度センシングし、人はもちろん手先足先の温度から部屋の壁や床、室温に大きな影響を与える窓の温度まで把握する赤外線センサーです。窓の温度なども見ながら体感温度や室温の変化を予測し、夏場は暑くなる前に冷房を、冬場は寒くなる前に暖房を自動で強めます。他にも部屋の冷え方や温まり方を記憶し、部屋に合わせて効率よく運転したり、家具のレイアウトや間取りで気流が遮られてしまう場合も自動で気流が届くルートを探します。どうでもいい話ですが、専用アプリではこのようにサーモ画像を見ることができ、プレデターの気持ちになれるサーモで見守りという機能があります。これで何が見守れているんでしょうか。なおムーブアイはエアコン真下と犬や猫などは検知できませんので注意してください。自動風当て風よけは暑いと感じている人、寒いと感じている人、それぞれの温冷感に合わせてエアコンが自動で風当てと風よけを切り替えます。また14畳以上の最上位モデルではファンも2つあり、風向きだけではなく風量もそれぞれ自動調整されます。ただし調整できるのはあくまで風量であって体感温度です。吹き出し口の風の温度までは変わりません。室温30度の無風の部屋でも扇風機で直接風を浴びると涼しいなと感じるのと同じ原理です。次にパナソニックの特徴はエネチャージシステムと換気・加湿機能。室外機の排熱を有効活用することで暖房時も冷房時も省エネで快適運転します。従来のエアコンの冷房は設定温度となると一旦停止し、しばらくして温度が上がれば運転を再開するというオンオフ運転で設定温度をキープしていました。しかしこれでは運転オフ時に除湿機能もストップするので、部屋の湿度は徐々に上昇し不快に感じることがありました。エネチャージシステムは排熱を利用し、運転オフとならないように室温をコントロールすることで運転を止めず室温と湿度をキープできるようになります。それ以外には外気温にもよりますが、暖房時は霜取り運転中でも温風を出すことができます。従来のエアコンは室外機に霜がついた場合、暖房がストップし霜取り運転に熱を使います。そのため室温が5度以上下がることもありましたが、チャージしておいた熱を利用することで
霜取り運転中でもある程度暖房が止まらず運転ができます。換気・加湿機能はダイキンの後発です。換気はダイキン同様、吸気・排気を切り替えて行います。加湿はダイキン同様、外の空気中の水分を加湿に使用します。スペック上はダイキンの方がわずかに優れるものの、専用機並みの水準です。ただしダイキン同様、外気の影響を多大に受けるでしょう。消費電力も追加でかかります。次に日立の特徴は凍結洗浄とファン掃除ロボ。凍結洗浄は同社最大の特徴です。フィルターの奥にあり、お手入れしにくい熱交換器から汚れがたまりやすい排水トレーまでピキッと凍らせ、一気に汚れを洗い流す機能です。結露水による熱交換器洗浄はダイキンをはじめパナソニックなど各メーカー搭載されていますが、凍らせるのは日立だけです。実は結露水だけでは水の量が少なく、カビや油汚れといった粘着性のある汚れは落としづらかったり、暖房運転時はそもそも結露水が発生しません。そのため凍結により発生させた霜を一気に溶かすことで十分な水量が得られ、高い効果が期待できます。さらに上位モデルとなると、油汚れを落とすヒートプラスという機能があります。料理で発生する油煙はエアコン内部に吸い込まれ、油汚れの原因になります。本機能は凍結洗浄をする前に加熱することで油汚れの粘着性を低下させます。またこの凍結洗浄は室外機にも対応しています。ただし室外機の凍結洗浄は室温・外気温が25度以上では運転しないことがあるとのことなので、室内機と違って条件が厳しいことには注意が必要です。ファン掃除ロボはその名の通り、扇風機のように回転して風を送り出すファンの掃除をすることができます。ファンは熱交換器のさらに奥にありますので、通常触るのもなかなか難しいのですが、エアコンの吹き出し口から覗き込むと一部が見えます。皆さんも見てもらえば分かりますが、ここが結構汚れます。ファン掃除ロボはファンを逆回転させ、ブラシでホコリを落とします。これら以外にも通風路やフラップ、排水トレーにカビや汚れに強いステンレスや銅素材が使われていたり、日立は清潔性に最も力を入れているエアコンと言えるでしょう。なお各社の洗浄機能によりエアコンが清潔に保たれますが、掃除が不要となるとはどのメーカーも謳っていません。掃除の頻度は落としていいのかもしれませんが、必要になりますので定期的な掃除は心がけた方がいいでしょう。ちなみにカビが生えやすい場所はエアコン内部の熱交換器、ファン、そして排水経路であるドレンパンになります。次に除湿機能。除湿は梅雨時や夏場、快適に過ごすには必要な機能です。それは室温を下げても湿度が高ければ人は不快に感じるからです。ここでは各社の除湿方式と1時間あたりの除湿量を記しています。除湿の方式は大きく分けて弱冷房、再熱除湿、ハイブリッドと3つあります。まずはパナソニックの除湿方式。分類的には一般的なエアコンと同じ弱冷房方式に近いものです。弱冷房方式はその名の通り弱い冷房運転で、急激に室温を下げないように運転しながら時間をかけて除湿していく方式です。電気代はあまりかかりませんが、除湿量も控えめ、室温低下があり、室温がある程度まで下がると湿度がまだ高くても運転停止します。パナソニックは先ほど紹介したエネチャージシステムに加え、熱交換器の一部を除湿運転させるパーシャル制御があり、室温低下が従来と比べ抑えられ改善が見られるものの、除湿量は非公開です。次に三菱電機と日立が採用している再熱除湿方式。除湿を重視している方からは人気の方式です。電気代はかかりますが、
除湿量が多く室温低下もなく快適という特徴があります。室温低下がないのは一度冷やして除湿した空気を温め直して適温にしているからです。この温め直しに電気代が余分でかかりますが、除湿運転が止まることなくしっかり除湿できるというわけです。再熱除湿機能を採用するエアコンは除湿運転に定評がありますが、日立はこの手の特許を抑えているということもあり、特に人気です。ダイキンの除湿方式はハイブリッド方式。弱冷房除湿と再熱除湿の間の効果と捉えておけば良いかと思います。普通の弱冷房除湿に加え、パナソニックのところでも解説した熱交換器の使用エリア制御、それから温度差が少ない状況でも加熱して除湿する制御、そして吸気による除湿、これらを横断的に制御して除湿していきます。加熱する工程があるので一見室温低下はなさそうに思えますが、再熱除湿方式ではないので室温低下は少なからずあると考えておいた方がいいでしょう。除湿量は他社と比較しても最高のスペック値を誇りますが、電気代は再熱除湿並みにかかり、また制御もかなり複雑なので使用環境によってはうまくはまらなかったという方もいらっしゃいました。続いて価格です。最上位モデルの6畳から10畳、14畳から20畳の家電量販店モデルと住宅設備用モデルの現価格を記しています。下位モデルのエアコン動画でも触れましたが、家電量販店モデルは文字通り家電量販店で売られているモデル、住宅設備用モデルは工務店やハウスメーカー、ネットでの取引もあるモデルです。見てわかるように住宅設備用モデルの方がネット販売まで含めると8万から10万円ほど安いです。下位モデルで安い住宅設備用モデルは機能制限されていることが多いというお話をしましたが、実は上位モデルはその機能制限がありません。そのため価格だけで言えばだいぶお得で、年中モデルチェンジ時期の特価が出ているようなイメージです。量販店や工事の内容にもよりますが、標準工事であれば工事費やリサイクルの引き取り料もほとんど遜色ないケースもあり、違いがあるのは保証です。ネットでは3年から10年と幅広く、また保証内容も分かりづらかったりしますが、量販店では10年保証、内容も約款に定められています。これだけ見るとだいぶ差があるように見えますが、量販店の長期保証が完璧に優れているかというとそうでもなく、以前量販店の長期保証動画で触れたように、保証内容は量販店によってまちまちであり、5年以降は保証金額が減額しているところも多かったり、部品代が含まれないところ、突然解約してしまうところもあります。ただ悪いことばかりではなく、運悪くエアコンが故障してしまった際、工事不良なのか本体不良なのか判断がつかないことがあります。ネット販売の場合、販売者の責任か設置業者の責任か揉めるケースがありますが、量販店の場合は連絡先が一本化できているので、その点は有利です。総じて自分であれこれ調べるよりは、全てをお任せしたい方には家電量販店モデル、価格を抑えるために自分で情報を集められる方には住宅設備用モデルがいいかなと思います。ちなみにシャチパンはダメだったら動画のネタにじゃなくて普通に破格だったので、実家に2台住宅設備用エアコンを導入しています。工事に不備は特に見当たらず、設置してから2年が経過していますが、故障なく元気に動いています。導入してよかったと思ってます。もし皆さんの中で住宅設備用エアコンを導入したって方がいらっしゃいましたら、成功体験、失敗体験問わず、ぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。さて、各社の価格傾向としてはお店や販売時期にもよりますが、パナソニックが指定価格制度で住宅設備用モデル含め高く、次いでダイキン、そして三菱電機、日立は安い傾向です。続いて口コミです。口コミ数百件分のデータをまとめました。総じてパワーに関しては各社満足されている方が多かったです。
一方 AI 運転については絶賛されている方も多かった中、効果を体感できず結局手動運転しているという声もありました。ご使用環境によっては進化を発揮できないケースもあるようですので、過度な期待は禁物かなと思います。ダイキンは過酷な環境での運転に定評があり、下位モデル同様その耐久性安定性が好評でした。コンプレッサーもブレードとローラーが一体化されている構造により、金属と金属の摩耗が少なく耐久性に寄与しています。それから24時間365日スタッフが常駐し、休日や夜間も対応するサポート体制がいいという声がありました。相談だけではなく対応の速さにも定評があります。悪かった意見としては加湿効果が賛否両論でした。冬の時期加湿効果を感じるかは環境によるところも大きそうです。また加湿にかかる電気代、上位モデルの室外機の大きさが気になるという声がありました。続いて三菱電機、お手入れがしやすいと好評でした。三菱電機は設計ポリシーとしてユーザーのお手入れのしやすさに重点を置いています。パーツが簡単に外せる構造となっており、自分で掃除したいという方にはおすすめできます。それから室外機の大きさも他社より小さめなものが多いです。またダイキンも上位モデルはそうなのですが、三菱電機は全モデル日本製なのがいいという声がありました。悪かった意見としてはアプリが使いにくいという声がありました。アプリは帰宅前にあらかじめ冷房や暖房を運転させることで、帰宅後すぐに快適な環境で過ごせたり、室温をモニタリングしたり活用されている方も多いです。続いてパナソニック、アプリが使いやすいという声がありました。外からエアコンを操作する以外にも部屋の温度や湿度を確認できたり、電気代を表示することもできます。またナノイーがいいという意見がありました。花粉や匂いに効果があります。それから自動掃除機能、エネチャージシステムが賛否両論でした。自動掃除機能は取れたホコリを外に排出する機能があり嬉しいという意見がある一方、この専用経路は詰まることがあり、そうなると行き場を失ったホコリはエアコン内部のフィルター以外のところに蓄積されます。本機だけに限りませんが、油煙の多い環境での使用は避けた方がいいでしょう。なお換気機能付きのモデルでは専用ホースを1本多く使う関係上、ダストボックスタイプとなります。エコチャージシステムは運転が止まらないと好評な一方、霜取り運転中は吹き出し温度が下がる運転となります。そのため外気温によっては寒くなるという声が一定数ありました。その他にはダイキン同様、上位モデルの室外機の大きさが気になるという声がありました。次に日立はやはりその洗浄機能を褒める声が多かったです。ボタン一つで凍結洗浄とファンの掃除ができます。現状最も清潔性に重きを置いているエアコンとなるでしょう。また再熱除湿の除湿運転がいいと好評でした。悪かった意見としてはアプリが使いづらいという声がありました。すべてのモデルかは分かりませんが、リモコンのバックライトがないものが多いようで見づらいという意見がありました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数で、今回は全体的に点数が上がった傾向でした。満足度は各社そこまで大きな差はなく、どのメーカーのものを選んでも満足できると思われる中、前回同様ダイキンが最も高く、次いで僅差でパナソニック、日立、三菱電機という順でした。ダイキンはこれで下位モデル含め2冠。冒頭のアンケートでも人気な理由が伺えますね。なお安価な下位モデルの情報が知りたい方はこちらの動画で解説していますので、もしご興味があれば
概要欄から参考にしてみてください。一言まとめ。選び方としては、お手入れのしやすさ重視で室外機も小さめなものがいい方は三菱電機、冷房スペックが高くアプリの活用に魅力を感じた方はパナソニック、清潔性重視で除湿に定評のあるエアコンをお探しの方は日立、安定性・耐久性に定評があり加湿や換気もできるエアコンであればダイキンが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね